時丸田中のモーニングレディオ。皆さんおはようございます。時丸です。今日は5月28日水曜日、時刻は朝の6時になります。東京のホワイトボックスよりお送りしています。皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい、ということで、なんかね、こんな感じでポッドキャストでずっと時丸田中のモーニングレディオやってたんですけど、ちょっと YouTube でやってみたらどうかなと思って、新たに YouTube で始めてみようかと思います。多分そんなやることは変わんないんですけど、ただ毎週ちょっとやってみようかなと思っていて、いつまで続くかわかんないですけど、水曜日の朝6時から、早いでしょ。このね、時間から放送していくっていう感じで、もちろん収録なんですけど、これ実は。はい。ただ、月曜日か火曜日に撮影をして、収録をして、それを水曜日にお送りするっていう風にしようかなと思います。で、これまでQ&A コーナーを月に1回とかやってたんですけど、やっぱりその質問が溜まりすぎてて、もう質問があまりにもね、コメント皆さんたくさんいただくので、それをちょっと消化できてないなって思って自分の中で。で、そこにちょっとね、向き合ってみようかなって感じで、1週間だと割とその読み上げとかピックアップもしやすいので、そこをちょっとやっていきたいなと思います。はい、ということで、新番組ということで、ただね、番組タイトルが決まってません。なんかこれまではずっと不定期でやってきたので、なんとなくモーニングレディオっていうちょっとレディオっぽさ出してたんですけど、どうしようかなって感じで、水曜日、なんとなくなんか水曜日がいいかなって感じがしてて、自分の中では。で、ウェンズデーモーニングとか、いろいろ考えたんですけど、ダサいね。ダサいネーミングが好きなんで、私は。で、なんか本当はそのオールナイト日本とか、なんかそんなちょっとラジオっぽい感じにしたいけども、全然朝だし、オールナイトでもないし、ちょっとまずそこからもう最初からつまずいちゃってるっていう感じです。はい。で、番組タイトルをだから募集中です。募集します。時間だけ決まってる。だから水曜日の朝6時に放送するっていう。これも自分へのプレッシャーだね。なんか、すごく。で、番組へのお便りは、概要欄のお便りボックスより募集中です。はい。新たに作りました、これも。で、いつも通りコメントとかでも、大丈夫なんですけど、なんとなくそのラジオっぽく、ちょっとまとまったお便りみたいなものを、お便りボックスで募集して、で、それを僕の方でピックアップさせてもらって、で、このラジオで紹介するっていう感じにしたいと思いますので、ぜひですね、どしどしお便り、ご応募をお願いします。で、番組のスポンサーも募集中です。はい、詳しくはお問い合わせください。はい、じゃあここで、今朝の一曲参りましょうか。今日はグラスビームスでマハール。はい、聞いていただきました。いつもエア選曲をしてるんですけどね。で、最近自分が聴いてる曲とか、なんかこの日の雰囲気に合ってるなみたいな曲を選曲しています。で、著作権の関係で、流せないのでもちろんね、エア選曲って感じになってしまうんですけど、興味がある方は聞きに行ってみてください。で、これグラスビームスっていう結構謎のバンドで、みんなね、マスクしてるんですよ。で、なんて言うんだろう。結構西洋と東洋の、不思議なサウンドなんですよね。ちょっとインド音楽っぽかったり、ちょっとこうイスラームみたいな雰囲気があったりとか、エジプトっぽい感じもするし、なんかそういうね、不思議なサウンドで、結構ライブバンドですね。で、もう本当にそのインストゥルメンタルな感じなんですけど、微妙にこう歌も声も出してたりはして、ただ完全にそのライブバンドで、なんか一切のそのミスなく1時間とかの音楽をね、もう通しで奏でていくっていう。結構そのテクニカル系のバンドでもありますね。で、世界観がすごい面白い感じになってます。なんかね、僕はその、マスクをしているバンドに弱いんだよね。マスクをしているバンドってたまに出てくるじゃないですか。自分の10代の頃では、スリップノットっていうバンドがいたんですけど、今もね、多分活動していると思いますけど、アメリカのアイオワ出身かな。で、みんなマスクをつけていて、結構怖いマスクをしてるんですけどね、そういうバンドとかを昔から聞いてきたので、なんかこう、顔を隠しているっていう風な、そういうスタイルのバンドが意外と好きだったりします。で、最近はその顔隠し系の中でも、このグラスビームスっていうのがね、自分の中で結構来ていますね。はい。で、この流れで、5月の買い物チャレンジの結果、発表していきたいと思います。で、5月、買いましたね。
2つ買いました。はい。で、1つ目はルナサンダルです。ルナサンダル。と、アンカーのバッテリーですね。こういう結果になりました。で、ルナサンダルの方は、詳しいレビューを動画でも上げてますので、興味がある方はそちらご覧ください。なんかね、いいですね、やっぱり。むちゃくちゃ履いてて。で、これまでそのゼロシューズっていう同じようなベアフットシューズを、ベアフットサンダルを使っていたんですけど、ゼロシューズ自分が使っていたのは、こうトレックっていうモデルで鼻緒がないタイプなんですよね。で、このルナサンダルは、その鼻緒がついてるので、やっぱりその走りやすいです。すごく足にこうフィット感があるというか、ものすごくフィットするので、ランニングものすごくしやすいし、で、普通にその、ちょっと長めに歩く時なんかも、なんかもうほぼ足みたいな、素足で歩いているみたいな感覚になれるので、本当に心地いいですね。やっぱりこの同じベアフットシューズでも、そういうふうにね、メーカーとか作りによって、これだけ差が出るんだなっていうのを今回改めて感じた次第です。ゼロシューズもだいぶ長く使ってたので、もうね、5年ぐらい履いてたんですよ。だからちょうどそのダメージが来てリプレイスしてるって感じなんですけど、で、ちょっとサイズが大きかったんですよね、多分。で、ルナサンダルはちゃんと店頭でフィッティングしてもらって、割とジャストなサイズを手にすることができたんですけど、ただね、もうちょっと下げてもいいかなっていうふうに思ってます。今8を履いてるんですけど、なんか7ハーフとかでもいいかなって思って、もしちょっと次、新たにする機会があるときは、ちょっと 0.5 下げてみようかなと思います。結構それでランしてる人たちのね、情報とか意見とか聞いてみると、やっぱりその、ちょっと小さめで履いてる人が多かったりするんですよね。自分が見てる人たちは。だから多分ジャストフィットよりも若干小さめで履いてもいいのかなって気はしていて。で、それはそれぞれのその足のサイズにもよるとは思うんですけど、自分は割とそのタイトめで履いた方がなんかいいかなっていう気がしてます。今のものでも十分ジャストフィットなんですけど、なんかもう一つ下げるっていうことで、なんか新たなとこに行けそうだなっていうね、雰囲気がありますね。で、もう一つ買ったのがアンカーのパワーバンクの 1000mAh のものですね。はい。で、これは、もともとアンカーの2万ミリアンペアと5000っていうね、僕は2種類、2つ持ってたんですよ。これはワンカテゴリーワンアイテムの法則に反することなんですけど、ただその一泊とか平地の旅で電源が取れるようなところはその5000ミリのもので行って、で2泊以上になるような参考とか旅とか電源が取れない環境に行くときは2万ミリのものを持っていくっていうふうにしていたんですけど、去年過去1年を振り返ってみて2万ミリアンペアが完全になくなるっていうことがなかったんですよね。で、おそらく多分 4泊以上とか、それぐらいロングハイクで長く歩くみたいな時には2万ミリアンペアぐらいあった方がいいと思うんですけど、僕の場合はそれがもうなかったと。で、そのような使い方を考えてみた時に、過去1年でそれをやっていないってことは、おそらく今後も1万ミリぐらいで十分なんじゃないかなっていう結論に至りました。はい。そういうところもあって、今回、その5000というものを、5000と2万ミリを統合して、ちょうど中間を取った感じで1万ミリにして、で、かつ電源プラグがついているタイプのものにしています。で、電源プラグがあることによって、通常のプラグが不要になります。だからその iPhone についているものとか、そういう他のプラグ類が不要になるので、それで一本化できると。で、持ち物の数も減らせて、軽量化できるっていうことで、すごく便利ですね。なんか最近はホテルなんかでも結構直接その USB-C の端子を出してくれてるようなホテルもあったりするんですけど、やっぱりね、ないところのが多いですね。なので、どのみちそのプラグとケーブルが必要だっていうことで、それを一本化する意味で、すごく調子いいですね。で、2つジャックがあるので、USB-C のポートがあるので、1つを iPhone 充電して、1つはカメラみたいな感じで、自分が持っていく、基本的に移動中に持っていく電子デバイスを、それで一気に充電できるって感じで、やっています。だから電源に関しては、1イン、2アウトで、2つ減らせたので、また持ち物の数が減りましたね。今、68個になりましたね。70個だったのが今68個になっています。はい。そんな感じです。はい。ということで、5月はそのような結果となりました。
皆さんはいかがでしたでしょうか？何か買いましたか？何か手放しましたか？その辺もぜひ教えてください。コメントお便り読み上げていきます。ね、これがね、結構、時間が空いてるのでね、多くなると。で、ちょっと放送が長くなってしまうんで、長くなってしまうというより、結構自分がそのピックアップするのが大変になるんですよね。なんかそのせっかく結構いろんなコメントいただいてるのに、なんかこの全部をこう読み上げられないなっていうのが、ちょっともどかしいのがあって、それもあって、ちょっとね、期間をね、短くしてみようかなっていう風なチャレンジです。はい、あきこさんからいただいてます。やっとコメントできました。この動画に関係ないのですが、質問です。寝るときは何を着て寝るのですかっていうね。はい。寝るときは、私は普通に、東京で自分の部屋で過ごすときは、パジャマ的な、スウェットみたいなものを使っています。寝る用のスウェットですね。で、それは冬限定な感じに毎年していて、で、もうこの時期になると手放すんですけど、でこの時期になると、もう普通に自分が普段使ってる T シャツ、で、ヨガ練習着みたいなものを着て、で、それを着て寝る。で、そして起きたらそのまま練習をするっていう風な感じですね。で、本当はね、なんかこう、パジャマみたいなものがやっぱりあった方がいいなって、最近ちょっと思ってますね。もうなんか、結構そのいいパジャマにね、出会う機会が最近なぜか増えてるんですよ。この間の、沖ノ島でもそうですし、新潟でもそうですしね、いろんなとこ行ってるんですけど、なんかね、上下のね、こう、サラサラとした、いいパジャマに出会うことが多いんで、そういう環境だったら毎日いいなって思うんですけど、でもやっぱり服の数が増えてしまうっていうのが、もうこれ悩みで、だから、なるべく増やさないようなやり方で寝ています。で、上はそんな感じで、下は結構ショーツ履いたりとか、あるいはその下着ですね、もうアンダーウェアだけで寝たりとか、そんな感じですね、夏場は。カラオケボックスでサックスの練習をしていたら、隣から何度でもの歌声が聞こえてきました。時丸さんではありませんでした。タイムリーだね。なんかね、ちょっと前に、ね、何度でも僕が歌ってた時に多分これいただいたコメントで、ね、なんかそのカラオケボックスでさ、やっぱその楽器の練習とかする人多いんでしょうね。この方もサックスの練習してるっていう風な感じで書いてますけど、やっぱいろんな使い方があると、歌うだけじゃなくて、僕は歌いにしか行かないですけど、でも最近行ってないな。最近カラオケ行けてないですね。ちょっと歌いに行きたくなってきましたね、この何度でも。ようやく、そろそろ歌詞を覚えないとね、これね。はい、続いて、時丸さんはスマホでも撮影すると思いますが、プロマックスではなくプロなのは持ち運びが楽だからということで決めましたか？それとも今までの慣習ですかっていうね。はい、スマホのことですね。これは持ち運びが楽だからですね。一番軽いモデルっていうか、カメラの性能が良くて、軽いものを選んだ結果、それになるって感じです。で、15プロだと 178g とかだったかな、確か。それくらいなの。200ちょっと超えるとね、重いなって感じになってしまうんで、本当はもうちょっと前の iPhone の重さと軽さで、かつ、最近のそのカメラ性能がついてるみたいなものが出てくれると一番いいんですけど、なんかね、ちょっと重いですよね。やっぱね。今日はちょっとね、雨が降りそうな雰囲気ですね。なんかね、曇ってきました。雨が降りそうな雰囲気です。人生があまりにも長すぎるの動画で、私にとって永遠に楽しめそうだなと思うものは自炊です。特にイワシに関しては何度食べてもその美味しさに驚かされます。何度も食べているはずなのに。多分死ぬまで驚いていると思います。今の季節はタケノコを味わい尽くすのに夢中ですっていうね。いや、これは確かに、ね、永遠に楽しめるものですよね、自炊は。で、食材っていうものもキリがないし、あとはその自分で何かを作るっていうこと。それにもキリがないことですよね。で、同じ食材でも、その作り方とかそのものの使い方によって味も変わってくるし、そういう意味では、本当にその毎日楽しめる。で、なんかその同じものを作っていても、同じ人が同じものを作っていたとしても、なんか微妙なその日の調子とか、なんか調味料の入れ加減で味が変わりますからね。で、なんかその辺も本当に深いなって思いますし、だからこれは、料理っていうのは、やっぱなんかその原始的なところがあるのかもしれないですよね。なんか人がその昔からやってきた行為でもあるし、食べるっていうことは、今後もいくらね、テクノロジーが発達してもなくなることはないと思うので、で、やっぱりこう人間のその脳と結びついているっていうのかな。なんかそれによって幸せを感じるとか、
味のその深みとか美味しさとか辛さとか甘さみたいなものを感じるっていうのは、人間特有のものだと思うので、もちろん他の動物たちも感じているとは思うんですけど、それによってなんか自分の気分が上がるみたいな。だからそれは多分あると思いますね。なんか僕も結構作るのが好きで、大体同じものしか作ってないですけど、なんかね、やっぱこうコントロールできて、なんかこう塩分を取りすぎたくないなとか、ちょっと塩分が逆に欲しいなみたいな時は、ちょっとね、濃いめの味付けにしたりとか、そのやっぱコントロールが効くっていうのがいいなと思いますね。自炊の方が。はい、続いて、時丸さんは投資をして将来やリスクに備えているのかなと思いますが、以前、人間いつ死ぬかわからないと発言もしておられました。Die with Zero。死ぬまでに有り金は全部使い切れについて意見をお聞きしてみたいですっていうね。はい、ありがとうございます。これDie with Zero っていう本ですね。僕もざっくりは読んだことがあるんですけど、もうちょっとだいぶ前なので忘れちゃいましたけど、自分はそうですね。でも賛成ですね。備えたとしても、結局いつ行っちゃうかわかんないんで、で、結局この話っていうのは、いくら投資信託とかそういうインデックスファンドみたいなもので、その老後資金とか貯めたとしても、結局それを使い切れない問題が今度出てくるっていう話で、ただね、そのタイミングっていうのは人によって分かんないんですよね。例えば老後2000万問題とかありますけど、2000万とか3000万とか貯めたところで、もうそれよりも長く生きちゃう人もいますし、むしろ60とか70とかを過ぎて、倹約生活っていうものをやめてしまえば、なんかそういうものは2、3年とかでね、全然使い切る人もいるわけじゃないですか。だからなんか、貯めるっていうよりもやっぱりキャッシュフローみたいなものの方が僕は大事だと思っていて、もちろんキャッシュフローっていう中には配当収益ってところも含まれると思っているので、いわゆる種銭みたいなものから、不労所得を得ていくっていうのは基本だとは思うんですけど、それに加えて、自分が、稼ぐ力を、常に持っておくみたいな、そういうことの方が大事かなと思いますね。なんか最近会社員とかでもね、ずっと会社が存続するか分かんないし、むしろ最近は個人でね、収益を上げられるとか稼げるようなコンテンツモデルとかどんどん増えてきているので、そういう意味では、複合的なんですけどね、僕の場合は投資とか、いろんなことをやりながら複合的に将来のリスクをヘッジしてるって感じではあると思うんですけど、ただ自分の中ではそんなに考えていないというか、自分がやっていることというか、キャッシュフローの方が大事だと思ってますね。で、それが結局、物を持たないとか、生活コストを抑えるみたいなところに多分関わっていると思うんですよね。ミニマリズムの実践っていうのもそうで、で、物もそうですよね。お金だけじゃなくて、あのように物も持っていくことはできないので、本当になんか、ない方がいいんですよ、多分。で、もちろんあれですよ、お子さんとかね、子供とかいて、で、その子供たちとかに資産をちゃんと残したいみたいな人は、残しても全然いいとは思うんですけど、僕はそういうのもないんで、だからもうバンバン使っていくっていうのかな、もう使うフェーズにいつ入るかっていうか、そういう感じじゃないですかね、多分ね。ちょっと質問の内容がちょっと抽象的なんでね、なんとも言えないですけども、僕はそんな感じで思ってますと。とにかく、賛成というか、Die with Zero でしょうね、多分ね。だからもう早く使わないとみたいな感じでしょうね。音楽ライブには行かれているようですが、映画館やスポーツの観戦には行かれますかってことで、はい、行きますね。映画館もスポーツも。で、ライブの方が多分頻度的には多いんですけど、映画館もフラッと行きますし、で、映画はなんか、やっぱり劇場で見る良さみたいなのがありますよね。全くスマホとか他の刺激がない中でスクリーンに集中できる2時間みたいなものは、現代においてはすごく貴重で、なんかそういうネットフリックスとか、オンデマンドで見られるからこそ、そういう空間に行くっていうのは、なんかね、その生活の中に新たな転換点をもたらしてくれるものだと思います。で、フラッと行って、街の寂れた映画館みたいなところに、渋谷とかにもね、よく、インディー系の映画館、今ちょっと減ってはいますけどね、いくつか潰れちゃったところあるんですけど、僕がよく行ってたお気に入りのとこは、本当小さなところで、小劇場みたいなところに行って、もう B 級映画とか、なんかそういうインディー映画みたいなものを見るとか、あと普段なら自分が絶対見ないだろうみたいな映画、なんか犬のなんか物語みたいなものとか、その子供向けに作られたものとかね、逆に。なんか
犬の物語とかよくあるじゃないですか、なんか動物の。ああいうのをね、なんか自分が見るっていうのがものすごくおかしいんですよ。なんかそういうこう子供が見るようなものを自分が真剣に見てるっていうで、中入ってみるとさ、そういうのってもう子供たちとかしかいないから、その中でそのおっさんが一人なんか見てると本当に怪しいというか、こいつやばいんだろうなっていう雰囲気になるのが面白くて。で、それでこう泣いちゃったりするとね、余計にね、危ないんですよね。でもなんかそういう時に生きてるなって、なんか人間してるなっていうふうに思いますね。だから結構好きです、映画館。で、スポーツの観戦に関しては僕は見るよりもやっぱり自分がやる方が好きで、だからフットサルとかよく前やってたんですけど、みんなに誘われて、周りやってる人たちが結構いたので、なんかそういうのやったりとか楽しいですけど、たまに、そのいわゆるほら野球のなんかその観戦席を持ってるような人たちいるじゃないですか。なんかその企業の人とか、優待系のね、ものを持ってる人がいて、たまになんかそういう人たちから誘われて、野球とか見に行ったりしますね。いつもその野球見に行って、やっぱこう、生で見るとね、別にその普段野球が好きじゃなくても、やっぱ楽しいんですよね。なんとなく楽しめるっていうか、その目の前に展開されるこうリアルな感じに、見てて面白いなと思うし、あとは結構ビールとかをね、ビール飲みに行ってるような人も多分多いと思うんですけど、ああいうのって。なんか雰囲気は好きですね、すごく。ハンカチって持ち歩いてないですか？ペーパータオル、ハンドドライヤーがなかったらどうしてますかってね。ハンカチはね、持ち歩かないですね。持ち歩いたことないね。なんかよくほら、小学生の頃とかに、ハンカチを持ってきましょうとかなんかよく言われてましたけど、もうその時から、僕は反抗をずっとしてきたんで、ロックの人だったんで、ハンカチなんてみたいな感じですよね。で、別にそのペーパータオルとかハンドドライヤーなくても、もうちゃちゃっと洗って、なんかなんて言うんだろう。僕はもう、洗わないんでも手を、もう指をパッ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 とこう、人差し指でパーってこう水にこうやって触れるような感じで、チャーってやって終わりなんで、それで、やってきました。はい。むしろそのなんかハンドドライヤーみたいなものに手入れたくないんですよね。なんか噛まれそうじゃないですか、あれ。こう入れた瞬間になんか、うわってこうなんか噛まれそうで、ローマの泉みたいな感じで。だから、あんまりこうやんない。ペーパータオルはあれば使いますけど。時丸さんの影響で4月からアシュタンガヨガを始めました。めちゃくちゃ体が硬いので、やればやるほど伸びしろしかないですよ。完璧なポーズまでは何十年かかることやら、長く楽しめそうです。ありがとうございます。ということで、こちらこそありがとうございます。いいですね、4月から。もう確かにその硬ければ硬いほど、やっぱ伸びしろしかない。実感できるんですよね。硬いからこそ、それが柔らかくなるときに、自分のなんか進化みたいなものを感じると。で、多分完璧なポーズっていうものはないので、本当にいつになっても、その深まりとか、その時のポーズの状態っていうのは変わってくるのでね、楽しめると思います。僕の先生もよく言ってましたね。アシュタンガ始めると、10年は軽く楽しめるよみたいな。それは多分、プライマリーシリーズを3年間やって、4年かな ?4 年ぐらいやって、そのセカンドシリーズをまた4年ぐらいやって、で、次サードに入るときに、またちょっと2年ぐらいやってみたいな、なんかもう終わりがないっていうか、やればやるほどっていうか。だからただ結構前屈とそのツイストで、私も先週ぎっくり腰みたいな感じにちょっとなっちゃったんで、疲労が溜まってる時にそういう怪我をしやすいので、十分ね、気をつけながら、楽しんでください。はい。時丸さん、まだ動画見てませんが最高ですっていう。ありがとうございます。いやね、なんかいいですね。この動画見ないけどコメント書いてくださるって方が、いて、嬉しいです、本当に。何を基準にね、最高かどうかってわかんないんですけど、サムネなのか、YouTube アプリは iPhone に入れてますか？自分は消したり入れたり気分でしています。YouTube アプリは入れてないですね。僕スマホでほとんど YouTube 見ないんですよね。で、たまにこういうコメント読み上げの時だけ、そのスタジオっていう、なんて言うんだろう、その管理アプリかな。管理するアプリの方は入れるんですけど、で、皆さんのコメントを確認したりするんですけど、もうそれ以外の時はもう全部消してるし、たまになんか必要な時は、ブラウザを使って、見るって感じかな。サファリとかクロームとかの。だからアプリはもう入れないようにしています。なんか多分、ゴリゴリに多分 YouTube 使い倒す人は多分入れた方が、いいんでしょうけどね。バックグラウンド再生とか多分できるようになると思うので、
あれはあれか、プレミアムか。プレミアムに入ってないとダメなのかな。44歳主婦、更年期を前にランニングデビューします。初心者におすすめのランニングシューズやウェアを教えていただきたいですってことで、はい。これ結構難しいですね。ウェアについては、何でもいいと思います。綿でなければ。綿というのはやっぱり重くなるし、水を吸うと重くなって乾燥もしにくいし、匂いも出るので、あまりランニングには適してないです。河川系、テクニカル系の方がいいですね。で、シューズに関しては、これ自分の足に大体合うものであれば、大手系の、ランニングメーカーが作っているようなシューズだったら何でもいいかなと思いますね。デザインとか自分が気に入るものの方が、続けるモチベーションになったりもするので、自分の気分が上がるものを選ぶっていうことです。で、今の自分の状況で言えば、ベアフット系のシューズっていうことになるんですけど、答えは。足へのその関節の負荷とかを考えるとね。で、ただ、いきなりその走ったことがなくて初心者でベアフットシューズっていうのは、確実に多分怪我するので、まずはその走るっていうことに慣れるっていう意味では、あまり厚底すぎない通常のクッションがあるようなシューズの方がいいかなと思いますね。で、自分は一番最初に使ったのが、ニューバランスでしたね。ニューバランスのシューズ使って、もうそれ結構壊れるぐらいまで履いて、そこからアシックスを使って、でアシックスも結構長く履いてました。で、そこからブルックスですね。ブルックスはすごい良かったです。アシックスもフィットはしたんですけど、そのサイズなのか、そのジャンルっていうか、そのモデルなのか、若干ね、当たるとこがあったんですよね、足に。で、それがちょっと嫌で、で、ブルックスに乗り換えて、で、そこから、ベアフットに入っていったっていうような感じです。はい。なので、ちゃんとフィッティングがやっぱり大事なので、お店に行って自分の足に合うものを選んで、もらうと。そういう感じがいいと思いますね。What are your hobbies? Do you usually run every day to train for the marathon? 趣味は何ですかって。で、マラソンに出るために毎日走ってますかってことで、マラソンに出るためには走ってないんですよね。マラソンの動画上げてますけど、あれは2年に1回ぐらいマラソンを口実にいろんなところに旅行に行くって感じで、ローカルレースを走っている感じです。で、趣味っていうのはもうなんか全部が趣味ですかね。この YouTube も趣味みたいなもんだし、こういう少ないもので暮らすっていうのもなんか一つの趣味みたいな感じだし、あとはランニングとかヨガとか、あとハイキング、山に入ったりもするのも趣味だし、全部趣味ですね。趣味しかやってない。むしろそれは何もやってないことなのかもしれない。趣味、だから何もやってないのかもしれないですよね。それという趣味がないというか。でもなんか出てると思うけどね。なんかこういうふうに、動画でいろんなことを発信したりとか、喋ったりとか、映したりしてると思うんで、大体なんか自分の趣味っていうのはもう今まで上げた動画の中に含まれてると思いますけどね。歌ったりとかね、音楽やってたりもしてると思うんで、ずっと音楽もやってきて、そういう意味では音楽とか演奏とかギターとかも趣味の一つに入るだろうし、写真とかね、映像制作みたいなものも趣味的なところもあるんで、これ結構興味深いコメントですね。私はデイブレイクの寿命が来てしまい、先日エアロン28に買い替えました。これまではウェイポイントと必要に応じて使い分けていましたが、一つにリプレイした形で今のところいい感じですっていうね。いいっすね。で、僕もちょうどこの間自分のバックパックを一つにリプレイスしたっていうことを挙げたんですけど、で、この方はエアロっていうね、28、割とこの、で、ハイパーライトの中では最近発売されたモデルなんですけど、で、28リットルっていう形でちょうど、マラソンで使うような、ランナーが使うような、ちょっとベストタイプになっているモデルで、これは。で、自分も気になっていたんですけど、気になっていたモデルではあるんですけどね。で、ウェイポイントっていうのは多分、僕が持っているコントゥアの、35のですね、フレーム入りタイプで、1本だけ多分芯が入ってるモデルで、で、若干重かったりするんですけど、ステアが入ってるんで、安定性があったりとか、で、パッキングにもさほどこだわらなくていいみたいな感じになってると思うんですけどね。で、容量で言うと、確かにデイブレイクが17でしょう。で、プラス外ポケットで6リットルだから、23とかですよね、多分。だから、それとエアロが28で、ウェイポイントが35っていうことなんで、ちょうど28が中間でいいとこ取りしてる感じですね、この方は。どうでしょうか。エアロの使い勝手はどうでしょうか。なんかね、自分がちょっと見た感じでは、このやっぱりベスト部分の
こう前がちょっと煩雑かなっていう感じがしてて、まあちょっとその複雑な感じが自分の中では、ちょっと違うかなと思って、私はコンターの方にしたんですけど、でもなんかサイジング的にはね、確かにそのコンターだと大きすぎるってところも、場面もあるので、28ぐらいが、なんかちょうどいいなって感じはしますよね、そこはね。28リットルいいかもしれないですね。ね、結構みんな動画見てくれて、アシュタンガヨガ始めてくれた人とか、そのランニングの報告とかね、してくださる方が多くて、ランニング始めて6年になりますと。大会に出るとかではなく、メンタルコントロールのために走っています。走るとフィジカルな調子はもちろん、メンタルの安定に非常に良い影響を与えていると感じます。これに関しては全く同感ですね。まあ、僕もほぼほぼその大会に出るっていうよりかは、メンタル維持のために、あとはそのフィジカル、やっぱりその体もね、調子良くなるんで、走ってるようなところはあるので、もう全く一緒ですね、これは。そう、クレジットカードのなんか動画で、結構意見多かったのが、オリーブですね。三井住友のオリーブについてどう思いますかみたいな。なんかその方が1枚でそのデビットとか、銀行口座とかキャッシュカードとか1枚にできるんじゃないですかみたいな感じで。で、その中で一人の人が、その代わり三井住友銀行の口座縛りですがって書いてくれてるんですけど、まさにその通りで、僕その口座縛りが嫌なんですよ。で、その1枚カードをなくしたら、結局そのデビットもキャッシュレスも全部使えなくなるわけじゃないですか。クレジットカードも。なんかそれも嫌で、そのリスク分散っていう意味でも別にその3つが一緒である必要は全くなくて、でしかも、そのね、三井住友さんしか使えないっていうのがもう嫌で、もうメガバンクは僕は、結構大変だってことを知ってるので、で、これまでもうメガバンクいくつか持ってましたけど、ほとんどもう解約してて、そういう理由がありますね。Born to Run 2の翻訳はまずくて読みづらすぎますっていうコメントいただいてるんですけど、これ僕もね、Born to Run 2読んだんですけど、これね、同感ですね。結構読みにくい。で、なんだろう、あれ、でも翻訳の方調べたら、1も多分同じ人なんですよね。なんかね、でももともとその多分クリストファー・マクドゥーガルが、その英語の感じが、ああいう感じだとは思うんですけど、ただね、やっぱもうちょっとなんかやり方あるだろうっていうか、それはちょっと感じましたね、正直ね。だから僕も結構その翻訳も読むんですけど、オリジナルで読めるものは、その原本を当たった方がいいなっていうのもあって、だから結構そのヨガの本とか、なんかハイキングの本とか結構英語でそのまま読んだりしてますね。なんかその方が、なんか正しい、その人が本当に伝えたいことっていうか、なんか得られるような気がしていて、で、あと英語の勉強にもなるしってことで、これはね、思ったね、僕もね。丸さんこんばんは。5月から10月はほぼサンダルで過ごせますね。ルナの後にゼロの H トレイルと Z トレイルを買いましたが、ルナの方がいいですね。ゼロではジェネシスがいいですが、エクストリームですね。シャマもかっこいいですが、幅が広いので自分でカットするのもありですね。エクストリームだとルナの黄色も黒く塗りつぶすのかなって書いてくださってます。TY さん。そう、あれだ、この人全部使ってるんだね。そのルナの後にゼロの H と Z トレック。で、僕もね、その黄色の部分が多いなってこれ思ったんですよ。これ本当に感じて、なんかロゴが結構主張しすぎてるだろうと思って、で、改造しましたね、早速。で、黒くは結果的に塗りつぶさなかったんですけど、その3つかな、多分トングの部分と、かかとの部分と、あとその一番最後の周辺の先端部分にあるんですけど、ベルトのね。で、1個だけにしました。で、それはちょっといろいろ、今後ちょっと出せたら出したいんですけど、撮影はしてるんですけど、一つはもうカットしたのと、それは長さの問題で、最後のベルトが余りすぎるっていう問題があったのと、なのでその一つは、もう完全にカットしちゃって、で、かかとの部分は、かかと当てに中に入れ込めるってことが分かって、だからそれが分かったので、入れ込みましたね。そしたら、外から見えなくなるので、結構ミニマルな見た目になりました。だからやっぱりこれ多分みんな思うんだろうね。なんか結構ロゴがなんかもう主張しすぎるなっていうかそれはありますね。ヒアネスのシェルは山でも使えましたか？やはり蒸れるっていうね、コメントいただいています。で、これちょっと近々レビュー動画出したいなとは思ってるんですけど、
最近ほら、やっぱ梅雨になって雨多くなってきたじゃないですか。で、実際その雨の中で、防水性能みたいなものは問題ないんですけど、やっぱね、若干ね、蒸れますね、これはね。これまで使っていた、大和道のオールウェザーの方が、あれはもう完全にそのパーテックスシールドエアっていう中からの抜け方がすごいいいものだったので、やはりそれと比べちゃうと、普通のレインウェアなので、どうしてもその抜け感は控えめだなっていう感じはします。だからちょっとね、使い方にもよるんですけど、雨が降ってなければ、結局もうアウター脱いじゃって、メリの1枚とかで歩くみたいな感じで、そういうやり方でやるしかないかなとは思ってはいるんですけど、ちょっとね、なるべく早めにね、レビュー動画作ってみたいなとは思ってるんですけどね。時丸さん、誕生日おめでとうございます。初コメです。今年の初めくらいに動画に出会ってから、最近は妻も一緒に拝見しています。先日妻と一緒にローマへ旅行したのですが、タクシーの運転手さんが帰り際に、去り際に、チャオチャオと言ってたのを聞き、妻と盛り上がりました。また、バチカンでアテネの学童を見た妻が、ディオゲネスがいると絵の写真を撮り、スマホの壁紙にしています。これからも動画を楽しみにしています。チャオチャオということで、ありがとうございます。いや、面白いね。結構その妻と一緒に見てくださってるとか、その夫と見てるみたいな方って多いんですよね。よく僕、そのコメントしてる人よりも、その相方の方が見てるみたいな人とか結構いたりして、これ不思議だなって思うんですけど。で、ローマで本場に旅行して本場のチャオチャオを聞いて、で、バチカンでディオゲネスを見つけているっていう、すごいね。リンクしすぎじゃないですか、これね。旅行をね、楽しめたようでよかったです。初めてコメントします。ルナサンダルベナード歴6年です。マラソンも旅行もルナサンダルです。冬は公共機関が恥ずかしいですが、っていうね、コメントいただいてます。いいですね、6年。かなり長く愛用されてるんですね。これね、でも確かに公共機関はね、恥ずかしさっていうよりか僕はどちらかというと、足を踏まれる可能性があるのが怖いっていう。この間電車にね、乗ってみたんですけどね、ルナサンダルで。で、やっぱり結構東京とかだと割とその人が多いじゃないですか。で、またみんなごつい靴履いてんですよね。インバウンドの方とかもたくさんいて、観光客とかも。で、そのブーツの横で、素足感で立っていると、やっぱなんかあった時に、踏まれるんじゃないかっていう、感じがあってね、結構ヒヤヒヤしますね。それによるダメージの方が大きいんじゃないかな、大きいんじゃないかなみたいなことを考えてて。ちょっとそれがね、やっぱ問題。電車にちょっと乗りづらい。だから、歩いて移動するってことになるんですけど、それでまたよりサンダルを楽しむみたいな、そういう感じがいいかなと思ってますけど。時村さん、やっぱりこの部屋に住んでるって笑えるんですが、でも絵的に綺麗です。私はロシアからあなたを見ていて、あなたのビデオがとても好きです。私もあなたと同じようにハイキング、登山、サイクリングが好きです。今日本語を勉強していて、日本に来るのが夢です。ロシアからいただいてます。ありがとうございます。ね、いいですね。同じようなこのね、趣味でね、ハイキング、登山、サイクリング。僕は自転車はあんまりやらないですけど、前はね、10代の頃はね、マウンテンバイク乗ってましたね。マウンテンバイク乗ってたけど、全然周りに山がなくて、海辺をマウンテンバイクで走るってことをやってました。そう、だからやっぱ自転車もね、結構ね、好きなんですよ。やっぱその風感じれるというか、かといってそのバイクほど速くないっていうのもあって、ちょっと歩きの感覚と、その移動の利便性みたいなものの中間を取ってるって感じで、好きなんですけどね。だからそういうふうな、今後ね、何も今僕持ってないですけど、その自転車を増やすとか、車を増やすとか、そういう感じでノマドに移動していくみたいなことも考えられるかなと思っていて。ね、多分ロシアだとまたさらにその自然環境とかが全然広大なので多分、日本よりも。だからこのハイキングとか登山とかね、どういうカルチャーがあるのかも全く僕は分かんないし、でもその辺も面白そうですよね。話を聞くの。ぜひ日本語を勉強していただいて、僕もロシア語を勉強しなきゃいけないですけど、ぜひ日本に来てください。グループハイキングとかね、少人数で一緒に山登るみたいなものとかできたら楽しいでしょうけど。パンツ捨てました。1ヶ月ノーパン生活していますって。嬉しい報告だ、これは。嬉しいですね。パンツ捨てましたっていう報告が、僕が来るっていうのはすごく嬉しいです。はい。僕はパンツは捨ててないんですけど、2つ持ってるんですけどね、2つしか持ってないんですけど、ただね、
ほとんど夏っていうのは、割とそのショーツを履くことが多いので、インナーがついてるので、パンツ履かないんですよ。もうなんかその一体型みたいな感じでやってるんで、だからその時は結構そのパンツっていらないなって思ったりしますね。下着はいらないんじゃないかって思ったりもしますけど、ちょっと冒頭にそのパジャマの話ちょっとありましたけど、その下着を履いてそのまま寝られるっていうのは結構良さでもあるんですよ。だからなんかなんていうんだろう、パンツって一応アンダーウェアなんだけど、それをアウターとして使うっていうのかな。アウター的な転換っていうか、なんかそういうことができるかなって思っていて、だから一枚の服として、一枚のズボンとして考えるみたいな、パンツを。それで外に出たらアウトですけど、出ない限りはって感じですよね。間違っても出ないでくださいね。でもこの方はパンツ捨ててるので、おそらくパンツで出るってことはないでしょう。だからそういう意味では安全ですよね。アウターを基本的に下に履いてるって感じになるので。はじめまして質問です。会社にかなりミニマリストの方がいます。食べ物もお断りしているような方です。もうすぐ2人退職します。お祝いって何がいいと思われますか？一人の方には用意していますが、ミニマリストの方には何をあげても喜ばれないような気がしてなりません。もういっそなくてもいいでしょうか？ご意見聞かせてください。その、辞める人がミニマリストで、そのプレゼントどうしたらいいかっていうのをね、僕に聞いてくださってるんですけど、これ難しいですね。でも、これだけだから多分その人は、これだけこの人が知ってるってことはミニマリストってことをアピールしていて、何もいらないって多分言ってる方ですよね。だったらもう何もあげなくていいと思います。はい。だって食べ物もダメなんでしょう。で、食べ物がもし OK なんだったら、ね、ナッツとかね、自分だったらね、ナッツとかネスカフェ、ゴールドブレンドとかを渡すみたいなことできますけど、食べ物もダメって言うんだったら、もうありがとう、もうおめでとうって、それで、やるしかないですよね。もう言葉で、おめでとうっていうふうに祝ってあげるっていうのが一番ミニマルなんじゃないでしょうか。ただこの質問が深いのは、その退職する人が2人いて、で、1人にはプレゼントをあげるけど、1人にはあげない。それは1人がミニマリストだからってことなんですよ。だからこれは、二人、なんか一人にあげてるのに一人あげないって、なんか不平等感が出るでしょ。で、その不平等感みたいなものが出るのが結構難しいと。それはあげる方もそうだけど、もらう方も、あれ、なんでこいつだけもらって俺だけないのっていう。で、それはミニマリストだからだよっていうね、なんかちょっとね、そこが難しいところだと思うんですよね。だから両方あげないか。両方あげなかったらでももう一人のやつが、なんで俺ミニマリストじゃないよっていうね、そういう風になるんで、これね、難問ですね。こういう質問が一番難しい。これもう時丸田中を試してるよね、これ。ハードルを上げてきてる、この質問を。でも何もあげないか、言葉で祝ってあげるか。それかもう同じものを渡して反応を見てみると。でもすぐ捨てられる可能性あるけど。気をつけてください。ホワイトボックスに模様替えの概念があるとしたら、どこをどう変えますか？チャウチャウってことで、チャウチャウ。いや、難しいですね。模様替えの概念がないですからね、そもそもね。この部屋は。だから、あれでしょうね。そのバナナを、例えば、さくらんぼに変えるとか、バナナを冬はリンゴに変えるとか、そういう模様替え、いわゆるフルーツ替えっていうのかな。その季節のものを置くことによって季節を感じるっていう、そういう感じになるでしょうね。なかなかね、変えられないんでね。他に変えようがないので、ミニマリズムの思考が好きで、いろんなミニマリストの方の動画を見ましたが、こんなに面白いミニマリストの方は時丸さんが初めてです。またコミュニティにも面白い人が集まって、とても素敵なチャンネルですね。私はヨガやアウトドアを生き方にしている時丸さんが大好きなので、持ち物の数にこだわらず、今の道具を大事にして発信を続けてほしいです。面白サムネもってことで、ゆきさんからいただいてます。ありがとうございます。いや、これも嬉しいコメントですね、これは。本当に嬉しい。やっぱりヨガやアウトドアを確かに生き方をしていて、で、僕もね、今の道具をもっと減らせるんじゃないかっていうことを考える時もあるんですよ。ただいつもそれと自分の活動のバランス、あとは発信できるバランスっていうのを結構取るようにしていて、で減らしすぎるとさ、なんかね、活動もね、やっぱりできにくくなるんですよね。
まあやっぱりその山道具を手放すっていうのは一番その物の数を減らせるってことにはなるんですけど、そうなると今度自然の中に入れないってことになるので、そうなるとね、なんかその人生よりもやっぱその経験を台無しにしてるような感じがするし、そこはね、削りたくないってところがあるんですよね。でその中でやっぱりいかにミニマリズムを適用してうまく生きていくかみたいなところがあるんでしょうね。だからそのやっぱバランシングを大事にしてるってところは、多分そのヨガをやってるところから来てると思うんですけど、まあヨガも基本的にバランス。押してダメなら引いてみろじゃないけど、その力の均衡性とか左右とか上下とか、そのようなバランスを取ることによって、あとはもう心と体ですね。バランスを整えることによって、自分自身のこうバランスを取っていくってことなので、やっぱそこはね、確かに削りたくないなと思いますね。で、まあ本当にその面白い人たちが集まってきているっていうのは、まあこれも自分も思うことで、まあこれはもう自分のせいじゃなくて、自分のこの力ではなくて、まあ皆さんが、そういうふうに書いてくださったりとか、こういうふうにコメントいただいたりとか、盛り上げたりしてくださってるんで成り立つことだなと思ってます。だから本当にいつも感謝しています。まあどんどんまあ僕がどうしようもないやつだってことをみんなもうバレてきてるんで、もうこれもうね、コメントもどんどんおかしな感じになっちゃってきていますけども、本当にいつもありがとうございます。時丸様、毎回気づきをありがとうございます。動画を拝見しながらジョージ・クルーニー主演のマイレージ・マイ・ライフを思い出しました。ありがとうございます。まあ、マイレージ・マイ・ライフね、懐かしいですね、これね。だいぶ懐かしいね。なんかもう内容はほぼ忘れちゃったけど、僕もでも好きな映画ですよね。ジョージ・クルーニーがいろいろこう飛び回っていて、で、家にほとんど帰らないものだから、家がむちゃくちゃ、ミニマリストっていうか、ミニマリズムっていう感じの映画ですよね。なんかその家のシーンとかよく覚えてますけど、なんかこの状態って結構近いところはあって、僕もこう、一番最初にミニマリズムを始めた時っていうのが、やっぱその仕事で忙しすぎて家にほとんど帰ってないみたいなところから始まってるんで、なんかね、そうなると家に帰らないからその家がどんどんごちゃついてくるんですよね。で、家に何かを持っててもしょうがないじゃないかって感じになって、で、その時も出張で日本全国飛び回ってたんで、ほとんどその家に帰るっていうタイミングがなかったんですよ。うん。で、それからもうこんなにあっても意味ないなってことになって減らし始めてるんで、これだから結構ね、ヒントになるというか、近いかもしれない。なんか久々に見たくなりましたね。マイレージマイライフ見てみようかな。で、バックパック統合の動画で、ついに統合されたんですね。山以外の旅の際、PC を持っていかないとき、バックパックの形が崩れそうですが、どう対処する予定ですかっていうね。はい。で、これね、ちょっといろいろ考えはあるので、おいおい共有していきたいと思います。ただ、自重が軽いっていうのがあるので、崩れてもそんなに崩れないかなって感じはするんですよ。あとは中に入れるそのインナーのモジュールの工夫っていうのがあります。で、それもちょっと近々ね、なんか公開できたらなと思いますので、お楽しみに。韓国からいただいてます。尊敬するようになる生活。字幕のおかげで韓国でも毎日よく見ています。仕事をしていないときは何をして時間を過ごしますか？スマートフォンを無限に見ることはないようだが、知りたいですっていう。で、仕事をしていないときですよね。で、これ自分でも何やってるかわかんないんですけど、でも多分皆さんとそんなに変わらないことだと思いますよ。ヨガやって、瞑想して、で、ランニングして、で、本読んだりとか、あと YouTube 見たりとか、で、ポッドキャスト、音楽聴いたりとか、ポッドキャスト聞いたりとか、で、そのデジタルデトックスみたいなことはもう常にね、動画でも喋ってますけど、常にやっていて、で、意識はしていて、だから、寝る前はほとんどスマホ見ないとか、もう6時とか7時以降からスマホを触らないとか、例えば、そういうことやったりとか。で、だからその時に紙の本が結構役に立ったりするんですよね。だからペーパーバッグの本とかを2、3冊置いておいて、それを読むとか、やったりしてます。先ほどちょっとちらっと出たけど、あと料理とかもね、自炊するっていうこともある程度その時間がかかることなので、そこをなんかちゃんとこう丁寧にやっていくことによって、なんか一日の充実度っていうのか、その自分がフリーである時の時間も、なんか心地よく過ごせるっていうのかな。なんかあまり詰めすぎても嫌だけど、こう詰めていないと割とその暇になって今度何やったらいいかわからないって多分多いと思うんですけど、僕はなんかそういうのがあんまなくて、もうやりたいこととかがたくさんありすぎるんですよね。読みたい本とか見たい映画とかが。だからそのいくら時間あっても足りないって思うし、で、仕事とその生活とか、あとはその仕事と自分の趣味みたいなものが限りなく曖昧なところがあるので、このラジオとかもそうですけど、YouTube とかもそうですけど、なんかね、あんまりその、暇な時間っていうのが自分の中でないんですよね。
でどうしても何もない時は本当瞑想したりとか、でも瞑想もなんか自分の中では結構仕事といえば仕事みたいな感じもするし、わかんないですよね。だからね、その辺の感覚がね。だからその時間の使い方に関しては、まだその自分との対話みたいなものが結構必要かなと思ってますね。スマートフォンは間違いなく良くない。本当にすごい。最近のアプリケーションの設計は本当にすごいです。はい、ということでちょっと長くなってきましたが、初回これくらいにしておきたいと思います。時丸田中の Wednesday Morning、ご視聴いただきありがとうございました。タイトル決まってないのでぜひ案をお寄せください。で、お便りお待ちしてますので、概要欄よりどしどしご応募してみてください。来週また読み上げたいと思います。それではまた次回お会いしましょう。皆様も良い一日をお過ごしください。バイバイ。